ガンダムスローネの系譜。ガンダムスローネとは、ソレスタルビーイングのセカンドチームトリニティの3人に与えられた3機のガンダムタイプモビルスーツである。重火力、精密射撃に特化したガンダムスローネアイン、近距離、中距離戦に特化したガンダムスローネツバイ、アインとツバイの後方支援を行うガンダムスローネドライで構成されるスローネシリーズは、3機1組での作戦行動を前提とした設計がなされている。主な戦術は、3機の特徴を生かした連携攻撃を得意としており、長距離砲撃による先制攻撃後、広域ジャミングで敵部隊を孤立化、近接格闘戦による格好撃破という戦術を取る。ソレスタルビーイングの監視者、アレハンドロ・コーナーとラグナ・ハーベイの2人によって、極秘裏に開発が進められ、ラグナの根回しにより、軌道エレベーター内部の工場で建造。GN ドライブタウと呼ばれる疑似対応炉を搭載しており、各ユニットや装備がフレームと一体化した構造を有しているなど、エクシアなどとは異なる機構が特徴になっている。この GN ドライブタウは、半永久機関であるオリジナルの GN ドライブとは違い、電力供給によって GN 粒子を生成する仕組みになっており、量産が困難なオリジナルに比べて、量産が良いという特徴も併せ持っている。そのため、スローネシリーズの機体構造は、後継機の開発や GN ドライブタウを搭載した量産型の設計、開発も視野に入れていたと言われている。実際に、スローネシリーズをベースにした国連軍の疑似対応炉搭載型モビルスーツ、GNX603T ジンクスが量産機として生産ラインに乗ることになる。また、スローネシリーズの存在は、イオリア計画から外れた機体として開発されたため、トレミーチームも把握しておらず、監視者でありながら、世界を我が物にせんと暗躍したアレハンドロ・コーナーの思惑によって、西暦2307年の武力介入に突如として投入された。そんなスローネシリーズの系譜の始まりは、すべての対応炉搭載機の始祖とされるモビルスーツ、GN-OO オーガンダムにまで遡る。GN-OO オーガンダム。西暦2290年頃、GN ドライブを搭載し、初のプロトタイプモビルスーツとして完成したオーガンダムは、ソレスタルビーイングの第1世代ガンダムに位置づけられ、後に開発される第2世代、第3世代ガンダム、その他の対応炉搭載機の基礎となった機体である。西暦2301年、武力介入のテスト時に、後のガンダムエクシアのマイスターとなるソラン・イブラヒム、コードネーム、セツナ F 精鋭と開校した機体でもある。この時点では、戦闘用のイノベイドの一人、リボンズ・アルマークが登場しており、正式なガンダムマイスターではなかったため、マイスターに合わせた細部調整やカラーリングは行われず、機体色はグレーのカラーリングとなっている。武装に関しては、GN ドライブからエネルギー供給を行う小型のビーム兵装、ビームガン、バックパックに1機マウントされた GN 粒子でビーム刃を形成するビームサーベル、E カーボン製に加え、GN フィールドを展開可能なガンダムシールドを装備。西暦2307年にエクシアを含めた4機のガンダムが全世界に対して武力介入を開始した際には、ソレスタルビーイングのサポート組織フェレシュテに預けられることになり、ファクトリーで保管・管理されていた。後にダブルオーガンダムを完成させるため、本機のオリジナル GN ドライブが流用され、イノベーターとの最終決戦時には GN ドライブの代わりに粒子貯蔵タンクである超大型 GN コンデンサーを搭載。予備マイスターラッセアイオンが登場した。また機体のカラーリングも実戦配備型としてトリコロールカラーに仕上げられており、粒子残量がゼロになり放置されていたところをリボンズ・アルマークによってオリジナル GN ドライブを移植され再起動を果たしている。 GNW001 ガンダムスローネアイン。スローネシリーズの1号機として開発されたスローネアインは、長距離砲戦仕様に特化したモビルスーツであり、指揮官機としてチームトリニティを統率する役目を担った機体でもある。パイロットはチームトリニティのリーダーヨハン・トリニティが務めた。頭部に搭載された大型ブレードアンテナは高度な通信機能や後述するスローネドライトの連結砲撃時のデータリンク強化などの機能を有している。胴体部前面には GN コンデンサー、背部には GN ドライブタウを搭載しており、その先端には停止した機関を始動させるための GN ドライブスターターを搭載。胴体部や腕部、脚部の機体構造はスローネシリーズ共通の仕様になっており、スローネアイン独自の機構として後述する GN ランチャーと GN シールドをマウントする連結ユニットが背部に設けられている。スローネアインの武装。
長距離砲撃戦能力に特化させた仕様のスローネアインは、狙撃仕様の GN002 ガンダムデュナメスや砲戦仕様の GN005 ガンダムバーチェの特性を反映させた機体とも言われている。接近戦は苦手とするものの、後方からの遠距離支援砲撃、敵拠点を殲滅できる火力は非常に強力で、チームトリニティの幅広い運用に欠かせない性能を有していた。 GN ランチャー。背部のマウントユニット右側に搭載された GN ドライブ直結式の大型ビーム砲。長射程高火力を誇り、他のスローネシリーズと連結し GN 粒子の供給を受けることで飛躍的に火力を向上させることができる。2機と連結し放射するモードを GN メガランチャー、3機と連結するモードを GN ハイメガランチャーと呼んでいる。その他にも GN ビームライフルや GN ビームサーベル、GN シールドを装備。 GN ビームライフルは GN ランチャーと接続し手持ち式のグリップとして機能。 GN ビームサーベルはグラハム・エーカーの SVMS-01X ユニオンフラッグカスタム2との交戦時に奪われている。 GNW002 ガンダムスローネツバイ。スローネシリーズの2号機として開発された機体がこのスローネツバイである。近距離中距離戦特化型として開発されたツバイはビームサーベルと実体験を融合させた GN バスターソードを装備。この GN バスターソードは刀剣内部に高濃度の GN 粒子を蓄積しており、その放出によって威力を増強させる機能を有している。また本機最大の特徴はガンダムタイプで初めて搭載された無線誘導兵器 GN ファングを装備しているところにある。先端にビームサーベルの展開とビーム砲の放射を併せ持つ近距離中距離帯の同時攻撃を可能にしており、腰部左右のユニットに4機ずつ収納されている。パイロットはチームトリニティのミハイル・トリニティが務めていたが、アレハンドロ・コーナーの裏切りによってアリー・アルサーシェスに強奪されることになる。 GN003 ガンダムスローネドライ。スローネアインツバイのサポート機として開発されたスローネシリーズの3号機がスローネドライである。主に適正力の索敵、撹乱に特化した機能を有するドライは背部に GN 粒子発生装置を搭載。この装置から展開される GN ステルスフィールドは広範囲にジャミング効果をもたらし、その広域散布量は通常のガンダムが放つ GN 粒子散布量の数十倍に及ぶと言われている。独特なフォルムを持つ頭部は情報処理を向上させた機構になっており、スローネシリーズで唯一独立型マルチ AI ハローをコックピット内に搭載することができる。支援型として開発されたため、武装は GN ハンドガンと GN ビームサーベルのみという最低限の武装が搭載され、右肩部には各種装備、他のスローネシリーズの武装を格納可能な GN シールドポッドが装備されている。パイロットはチームトリニティのネーナ・トリニティが務め、西暦2307年の戦いでチームの中で1人だけ生き残る。後に素性を隠すために用いられた偽装モビルアーマー GNW003/SH リーアンに収納された形態で実戦に投入。リーアン自体に GN ドライブタウが搭載されており、輸送能力と高度なステルス機能、武装は GN ロングライフルを装備していた。スローネシリーズの発展型バリエーション機 GNW001HST01 ガンダムスローネアイントゥルブレンツ。この機体はガンダムスローネアインに飛行用支援ユニットトゥルブレンツを装着した形態。トゥルブレンツとは乱気流を意味し、このユニットは長距離高速飛行を可能にする可変機構をスローネアインに与え、分離状態ではトゥルブレンツ自体が自立支援マシンとして機能する。飛行形態の機体全長は 38.5 メートルに達し、大型機ながらも高い機動性を有していたと言われている。高速飛行で作戦領域へと進行後、モビルスーツ形態へと変形、または分離し、スローネアインとトゥルブレンツで戦闘を開始するという運用方法が考えられていたが、実際に投入されることはなかった。武装は GN ランチャーは外され、代わりにトゥルブレンツに付属された GN ブラスターを装備。さらに GN ミサイルコンテナを装備しているため、短期での火力は向上している。このトゥルブレンツはツバイ用とアイン用も設計されたが、未完成で終わっている。GNW20,000 アルケーガンダム。リボンズ・アルマークが率いるイノベイド勢力がスローネツバイの設計データをもとに開発した機体がこのアルケーガンダムである。
スローネツバイの強化発展型として開発された本機はスローネシリーズの実戦配備最終形態とも言われ、ツバイの影響を残しつつもその外観や機体性能は全く新しい機体として完成。パイロットを務めたアリー・アルサーシェス専用の設計がされ通り、モビルスーツでは初となる3機の GN ドライブタウを搭載と、背部には分離変形機構を有するコアファイターを搭載。武装面では GN ハンドガンを廃止し、GN ビームサーベルの固定装備化と GN シールドの採用などが変更点になっているほか、メインウェポンとなる GN バスターソードや GN ファングに変更はなかった。サーシェスのパイロットスキルと変則的な近距離・中距離格闘戦仕様の融合によって、複数のガンダムタイプを同時に相手にしても圧倒できてしまうほどの力を見せつけた。 GNW20,000/J ヤークトアル系ガンダム。この機体は短期で大部隊を相手にすることを前提とした設計がなされたアル系ガンダムの重武装型モビルスーツである。あくまでアル系ガンダムの改修型や発展型ではなく、追加装備を搭載した強化バリエーション形態に含まれる。短期で大部隊を相手にするというコンセプトの通り、その戦闘能力は絶大で、スローネシリーズ3機の機能を併せ持つと同時に、機体の大型化に伴い機動性を犠牲にしつつも、攻撃力と GN 粒子による電子妨害能力が飛躍的に向上している。武装は背部のバックパックに GN バスターソードを2本、 GN ランチャー、 GN コンテナを搭載。 GN ランチャーはトランザム発動時に GN ハイメガランチャーの威力まで向上する仕様になっており、 GN コンテナ内には GN ファングや GN ミサイルを収納可能になっている。腰部に大きく張り出した追加アーマーはGN コンデンサーの機能を有しており、防御力の向上と莫大な GN 粒子消費量にも対応可能になっている。 GNW20,003 アル系ガンダムドライ。ギボンズ率いるイノベイド勢力がアル系ガンダムをベースにスローネドライの戦闘サポート機能を組み込み開発したバリエーション機がアル系ガンダムドライである。ネーナトリニティ専用に開発された本機は GN ステルスフィールドの搭載はもちろんのこと、アル系ガンダムをベースにしているため、戦闘能力自体が短期でも十分な力を発揮できるほどの性能を誇っている。武装はアル系ガンダムから多少変更され、右腕部に搭載された GN ビームサーベル機能を内蔵した GN ハンドガン、腰部アーマー内に内蔵された GN ファングを装備。ネーナ専用に開発されたものの、彼女が運用する例は見られなかった。 GNX509T スローネバラヌス。スローネシリーズをベースに疑似対応路搭載型量産機の開発を目的に開発された試作型モビルスーツがこのスローネバラヌスである。その外観からも分かるように、後に国連軍の主力量産機となる GNX603T ジンクスの前身機であり、戦闘能力よりも操作性の向上という設計思想のもと開発が行われている。開発はアレハンドロ・コーナーの管理下のもと、軌道エレベーター内にあるシークレットファクトリーで行われ、テストパイロットには国連の軍事条約査察チームの一人デボラ・ガリエナが務めた。胸部と腰部に装着された長大なユニットは GN 粒子発生装置であり、これによって機体バランスを保ち、 GN ドライブ搭載機特有の癖のある操縦性が改善。一般的なパイロットでも扱いやすい機体として完成している。武装はスローネアイン用の機構を流用した GN ロングバレルライフル、 GN チェインガン、 GN ディフェンスロッドを装備し、高火力かつ GN ドライブ搭載機としては標準的な武装を搭載。ここで培われたデータを参考に GN 粒子発生装置の小型化とスローネシリーズを思わせる外観や武装を廃止し、ジンクスが誕生することになる。 GNW004X ガンダムスローネフィア。スローネシリーズの予備パーツを流用し、アリー・アルサーシェス専用にリボンズ・アルマークが作り上げた機体。部隊、機動戦士、ガンダム WO 破壊による再生、リビルドに登場するオリジナル機体で、スローネシリーズ4号機に位置づけられている。予備パーツを流用しているものの、足りないユニットは新規設計、製造されたものが組み込まれているため、他のスローネシリーズとは外観が多少異なっている。 GN バスターソードや GN ファングのほか、ウィップと呼ばれる無地状の武装を左腕部に装備。またギボンズが独自に開発したトランザムタウというトランザムに似た機能も実装されている。イオリア計画から外れた機体として完成したスローネシリーズは、ガンダムマイスターとなるために遺伝子操作され、
生み出されたデザインベビートリニティ3兄弟をパイロットに迎え、タクラマカン砂漠での大規模なガンダム路角作戦によって窮地に陥るトレミーチームを救出するため実戦に投入。その後は新年の総意からトレミーチームと敵対する立場を取り、民間人を巻き込むほどの過激な武力介入によって世界からガンダムに対する反発を強めてしまう。さらにアレハンドロ・コーナーの裏切りによってチームトリニティはネーナ1人を残し壊滅。スローネシリーズは後に開発される国連軍のモビルスーツ軍に大きな影響を与え、スローネツバイはアリ・アルサーシスの乗るアルケーガンダムとして生まれ変わり、トレミーチームに牙を向くことになる。以上、ガンダムスローネの系譜を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。